ようこそ、コツアス鉄道チャンネルへ。日本を代表する重工業メーカーであり、鉄道車両の製造においても日立製作所や日本車両などと並ぶメーカーである川崎重工業。これまでも国内外で数多くの鉄道車両を手掛け、多くの名車を生み出してきました。しかしそんな同社が犯した近年最大のミスと言えるのが、中国に新幹線の車両及び技術を輸出してしまったことです。これにより海外マーケット獲得における中国勢の台頭を招いて競争相手を自ら作り出したばかりか、日本においても東海道新幹線の車両製造から締め出され、貴重な収益源の一つを失うという結果を招きました。なぜ川崎重工業は中国に対して新幹線の輸出をしてしまったのでしょうか。そこで今回の動画では、川崎重工業が新幹線を輸出してしまった理由などについて様々な方角から探ってみることとします。なお今回の動画ではなるべく公平な立場から考察をしますが、基本的には日本側の基準をベースに解説していくこともあり、人によって不快な表現などがあるかもしれないためご了承ください。それでは本編へどうぞ。川崎重工業の概要。川崎重工業は兵庫県神戸市の JR 神戸駅東口の近くに位置する超高層ビルかつ神戸駅のランドマークである神戸クリスタルタワーと、東京都港区の浜松町駅から近い海沿いの竹芝地区の2つに本社を置く日本の重工業メーカーの一つです。幕末から明治時代初期にかけて実業家として君臨した川崎正造氏が念願だった造船業を開業させたことをルーツに持ち、現在では三菱重工業や IHI、旧石川島播磨重工業とともに日本三大重工企業の一角を担うまでの巨大企業に成長しました。潜水艦や航空機、ミサイル、軍事ヘリなどをはじめとした自衛隊に納入する武器の製造なども行っていることから、国内の軍事・防衛産業の一角を担っている企業でもあり、その他にもボーイングなどに納入する旅客機の主要部品や創業以来の伝統事業である船舶の製造なども手掛けており、近年では精密機械やロボットの事業にも力を入れております。一般向けとしては川崎重工業で唯一の B2C ビジネスである忍者に代表されるような男の変態オートバイメーカーとして知られており、こちらは敗戦後に名発ブランドとして始まった航空機が製造できなくなったことを原因とする航空産業の民生転用を主なルーツに持つほか、その後目黒と業務提携を結んだ後に目黒を吸収合併し、目黒も実質的な前身とも言えるものとなっています。他の主要メーカーである技術のホンダ、芸術のヤマハ、変態のスズキと違い、国内のバイクメーカーで唯一原付やスクーターといったバイクをラインナップしておらず、かつてはメカノイズが激しかったりオイルや水の漏れが多発するなど、それらの細かいところは気にしてはいけないというような、いかにも男らしい雰囲気しかなかったことなどが影響してか、いつしか男川崎なんて呼ばれるようになったバイクメーカー、それが川崎なのです。ちなみにモータースポーツ部門や忍者などで多用され、英語圏では不吉な色として避けられていたライムグリーンを何の躊躇なくイメージカラーにした上に勝利を獲得し続け、いつしかグリーンモンスターなる異名として海外バイクメーカーに恐れられるようになったところなども、男らしいというイメージをより増幅させているといえ、川崎かという2チャンネル発祥のコピペ文についてはあまりにも有名すぎると言えるのではないでしょうか。ただし2000年代以降はバイク開発にかなり力を注ぎ、かつて川崎かなんて言わせた時代とは一転して、なんかホンダらしいなんて言わせられるくらい、かつてのイメージを払拭するような高品質なバイクを製造し続けております。しかし不吉と言われたライムグリーンを躊躇なく採用した点など、そのチャレンジングなハングリー精神は今でも変わっておらず、現在も斬新かつ魅力的なバイクを多数販売しています。ちなみに2021年に完全子会社での事業とされており、現在は川崎モータースが川崎のバイクを手掛けております。川崎重工業の鉄道車両部門及び川崎車両の概要。
そんな川崎重工業の鉄道車両製造事業については、長らく社内カンパニーの一つである車両カンパニーが手掛けていました。なお2021年10月1日に先ほどのオートバイ部門などが属しているモーターサイクル&エンジンカンパニーが川崎モータースとして分社化された時を同じくして、この車両カンパニーについても同時に分社化されており、現在は 100% 子会社の川崎車両が手掛けております。ちなみに分社化についてはこれで2度目のことであり、1928年から川崎車両として独立しておりましたが、1969年に川崎重工業に吸収合併されております。そんな川崎重工業の鉄道車両生産についてですが、川崎造船所時代の1906年からスタートとかなり歴史は古いです。1907年に南海向けに木製電車を3両納入したところから始まり、客車の他に蒸気機関車の製造も早くから手掛けており、1896年に設立され1972年に吸収合併した汽車製造ともども日本の民間鉄道車両製造メーカーの中において高い技術力とともに先駆的な役割を果たしております。そんな現在の川崎車両の特徴としましては、あらゆる分野の鉄道車両の製造に対応できるという点、アルミやステンレス、不通鋼といった素材の車両はもちろん、通勤電車から最高速度300キロ超えの新幹線電車、さらに気動車や機関車の製造にも対応と何でもお任せあれ。海外輸出についてもアメリカ向けを中心に手広く対応し、台湾に至っては MRT から高速鉄道車両まで実績ありと、我が国有数の鉄道車両製造企業ということができるでしょう。工場については神戸本社に隣接した主力の兵庫工場のほか、国内では貨車などの製造を手掛ける播磨工場が同じ兵庫県内にあり、このほか1986年にニューヨーク市地下鉄向け車両をはじめ、北米向け現地生産を主に担当する工場がアメリカ、ニューヨーク州のウエストチェスター郡4カーズにございます。製品もバイク同様チャレンジングなものが多々見受けられ、例えば電車の車体が木造から鋼鉄製になっていた時代の中で、内装まで鋼鉄製とした全鋼製車体を日本で初めて製造したのは、当時の川崎造船所が納入した幻の全鋼車、阪急電車500型の510号。またジュラ電を除いた日本初のアルミ製普通鉄道用電車である山陽電車2000系5自車を製造したのは当時の川崎車両。その他骨組みを用いない2シート貼り合わせ工法と呼ばれる2枚のプレスされたサス板で強度を確保する車体工法を開発し、 JR 東日本209系向けにその工法を全面採用したほか、阪神・淡路大震災で大量の電車を失ってしまった結果、早急な代替車両の補充が求められた阪神電車においては、急行系電車6両編成5本分30両の補充が急務となり、製造ラインに余裕があった川崎重工業がこれに応対。その最短期間で納入が可能な JR 東日本209系の製造ラインを使った結果、補充用車両として登場した9000系については2シート貼り合わせ工法が採用されることとなりました。このほか JR 西日本223系の一部車両などでも、川崎重工業が製造した車両においてこの工法が採用されているなど、2シート貼り合わせ工法については一定の成果を上げており、現在はこれまで培ってきた各種の知見などを元として開発された標準型鉄道車両ブランドイフェイスを用いた鉄道車両をメインに製造しています。川崎重工業が中国へ輸出した新幹線とは？ところで川崎重工業が中国へ輸出した新幹線は JR 東日本の E2 系1000番台をベースとした車両です。この車両は中国側で CRH2 といい、直接の輸出車両である CRH2A は8両編成を組みます。CRH2A 初期型の外見は E2 系そっくりですが、中国のが線事情に合わせて大型のパンタグラフが装備されているなど、白ベースに青いラインが入った塗装以外でも違いはいろいろあります。基本的に最高速度は250キロまでとされ、日本の E2 系における最高速度275キロよりも抑えられていますが、
これは中国側が要求した最高速度に150キロというスペックに合わせ、編成の動力車比率を下げたことが主な原因です。日本の E2 系では8両編成で6両、10両編成で8両ある中間車のうち、全ての車両に動力源となるモーターが搭載されていますが、CRH2A ではこれが4両に抑えられています。また片道7時間以上となる北京、広州間など長時間乗車を考慮し、編成中5号車の半分のみですが食堂車が設けられるなど、一部の車内仕様も中国の事情に合わせたものになっています。ところで CRH2A の輸出についてですが、ただ単に完成車両を輸出するだけではございません。生産技術や知的財産権を中国へ譲渡することも含まれ、そこまで含めた上での契約にて輸出されたのです。こうして輸出された CRH2A は、まずは2006年3月に川崎重工業が日本で3編成を製作して輸出。同時に第4編成から第9編成は部品と半紐付け状態で輸出し、組み立ては中国側の企業で行うノックダウン生産方式。その他の51編成分は日本から重要部品を輸出して、それを中国で組み立てる形で製造されました。以後、中国メーカーの生産と検査の工程を川崎重工業が指導するものの、基本的に中国側に開発も含めて譲渡しています。なおこの CRH2A についてですが、最初に登場した60編成のほか、2010年から新たに61編成追加されており、加えて窓周りの配置などが一部変更されたトンシンというのもあり、こちらは2013年から2017年にかけて370編成製造され、CRH2A は合計で491編成が製造されたことになります。さらに16両貫通固定編成とした CRH2B、8両編成の出力増強版である CRH2C などの派生型も登場し、車体前方に釣り目調の前照灯が現れるなど外見の変化もあります。特に CRH2C に至っては最高速度350キロ運転対応になるなど、性能も中国側によって大きく引き上げられたのですが、こちらは JR 東日本の協力範囲を大幅に超えただけでなく、川崎重工の設計最高速度を大幅に超過したことなどから、両社が中国側にブチギレて、責任は求めないという念書を交わすに至っています。また CRH2B をもとに寝台新幹線さながらの仕様とされた CRH2E、より厳しい気候の地域での走行に対応した CRH2G など、この他にも CRH2 には様々な派生型も登場しており、派生型まで含めた CRH2 シリーズの合計製造数は、なんと驚きの5474両にまで至っています。ところでこの CRH2A の輸出についてですが、当初の60編成輸出分の契約金は総額で1400億円。川崎重工業の取り分だけでも800億円という巨額の売り上げを計上できるものでした。しかしこの時、製造技術の知的財産権まで含めて輸出したことが後に大きな問題となってしまいます。中国はなぜ新幹線が欲しかった？ところで、川崎重工業が新幹線を輸出した件ですが、この理由について探るには中国国内の鉄道事情、特に1990年代以降の中国国内における鉄道のスピードアップ計画について触れる必要があります。大躍進戦略や文化大革命などの影響によって、経済が低迷してしまった当時の中国。そんな1990年代当時の中国大陸を走る鉄道に目を向けてみると、他国ではとっくに廃れた蒸気機関車が現役で走っているなど、他国と比較して大きく立ち遅れている状況でした。しかも1993年時点での鉄道の平均速度は48キロほどしかなく、中国でも徐々に発達していく高速道路網や航空路線に対し、鉄道はそのシェアをだんだん奪われつつありました。また貨物列車と共通の線路を使っているために、在来線の線路容量が限界に達していた点も問題となりました。特に首都、北京と最大の経済都市、上海を結ぶ京湖線や、
北京と広州を結ぶ京広線をはじめとした幹線路線においては、1950年代から60年代初頭にかけての時代における東海道新幹線開業前の段階での日本の東海道本線と同様、その線路容量が限界に近づきつつありました。そこで中国国鉄は1997年4月、1998年10月、2000年10月、2001年9月、2004年4月の5回に分けてスピードアップ計画を策定。まずは複線化、電化、トンネルや橋の建設によるルートの改善、ロングレール化による在来線線の容量増加などを図り、加えて線路規格の向上による高速化も重視した戦略を立てました。そして高速鉄道の整備や車両製造にも着手し、まずは1996年にスウェーデンから SJ2000 を1編成リースします。スウェーデンから中国へリースした SJ2000 については、香港の本ハム駅や深セン駅と広州駅の間を MTR 東鉄線、広深線経由で結ぶ国際列車の性格も持つ高速列車、新 C 数で運用され、中国は SJ2000 を新 C 数で走らせた経験をもととして、1999年に国産の新しい高速鉄道車両を製造しました。その車両は DDJ1 型、ダーバイシャー。ダーバイシャーは動力車1両と2階建て、平屋建て混成で6両の客車を連結し、合計7両編成を組んで最高速度に100キロを発揮する設計とされました。ダーバイシャーは1999年4月に落成、その後各種試運転をした後、同年9月より試験的ながら更新線にて実際の営業運転にも投入。しかし信頼性の問題や消費電力の多さが災いし、ダーバイシャーの試験結果は必ずしも良好だったとは言い難く、更新線での試験運行についても2003年までに終わってしまいました。しかし中国は DDJ1 型ダーバイシャーの結果だけで諦めず、継続的に高速鉄道車両の研究開発を実施して、2000年9月に新しい高速鉄道車両を完成させました。その車両が DJJ1 型、ランジェン。ランジェンは SJ2000 を基礎に中国国内で開発された高速電車で、実質的に SJ2000 の増備車的な立ち位置の車両として登場しました。ただし先に登場した DDJ1 型ダーバイシャーとは異なり、こちらは IGBT-VVVF や主電動機をはじめとした主要機器類はヨーロッパの企業などから輸入することで賄っています。この車両は同年11月より更新線などで各種試験を実施し、2000年12月に当時の中国製鉄道車両では最速となる235キロの速度を記録。DJJ1 型ランジェンは試験の後量産車7編成が製造され、2001年より8編成体制にて本格的な営業運転を開始。香港特別行政区に乗り入れる運用こそなかったのですが、SJ2000 などに混じって深センと広州を結ぶ新 C 数などで運用されました。なおランジェンも設計の短さや甘さなどが原因となり、営業運転を開始すると故障が頻発するようになってしまい、更新線では2007年を最後に運用を離脱することに。2008年から重慶や成都などといった中南部で走り出しましたが、ここでの運用も2012年までに終了しております。そして中国は DDJ1 型ダーバイシャーや DJJ1 型ランジェンをはじめ、様々な試作車の走行テストにおいて得た試験結果などを元として、2002年、莫大な予算をかけ中国が持つ鉄道車両技術を結集させて、300キロ以上の超高速運転も可能な新型車両である、新たな高速車両の DJJ2 型、チョンホワ G シンを開発、登場させました。チョンホワ G シンは試運転で最高速度 321.5 キロを記録するなど、鉄道の速達化に期待が寄せられていました。しかしチョンホワ G シンは信号システムが列車の運行と合わない、ブレーキ系統や電気系統の故障が頻発するなど、試運転を重ねると致命的な弱点が目立ち、営業運転開始は遅延。2005年夏に山海関駅と新陽北駅の間で営業運転が開始されたものの、その営業運転における最高速度はわずか160キロと、チョンホワ G シンが持つ本来の性能を発揮することはできませんでした。
このチョンホは G シンは運転開始後もトラブルが頻発し、運用開始からおよそ1年後の2006年8月2日に運用を離脱。莫大な費用をかけて中国の技術を全て結集させて作ったのに、2005年の営業運転開始の段階で開発自体が中止され、運用離脱後は新陽の車両基地に留置される日々が続きました。なお現在、DJJ2 型、チョンホは G シンは11両編成のうちの4両が、北京にある中国鉄道博物館東港館で保存されています。ところで DJJ2 型チョンホは G シンの失敗が問題視される中、中国国鉄は2007年4月に第6次鉄道高速化計画を発表。この第6次鉄道高速化計画では、それまでの新 C 数よりも速い、最高速度に150キロに対応する区間を登場するなど、高速鉄道の車両を導入する必要に迫られることになりました。しかし DJJ2 型チョンホは G シンの失敗を考えると、中国が自国単独で高速鉄道車両を開発するということはとても厳しい状況でした。そこで中国は海外の技術を移転させて自国で生産する高速鉄道専用車両の開発に軸を移したのです。そしてこの第6次鉄道高速化計画に対して車両の製造に応じた国外の企業が4社。その内訳はカナダに本社を置くボンバルディアの鉄道部門であり、ドイツに本部を置いたボンバルディアトランスポーテーション、フランスのアルストム、ドイツのシーメンス、そして日本の川崎重工業だったのです。ところでこの計画について中国側は当初、台湾で成功した日本の700系新幹線をベースにした車両を中国でも導入したい意向を示していました。しかし、これは日本側の反発もあり決定を保留。より広く世界中から公募を募ることとなり、最終的にこれら4社に声がかけられることとなりました。この時ボンバルディアからは先ほどの SJ2000 同様、スウェーデン国鉄で走っているレジナシリーズのうち C2008 型をベースに設計、製造した車両を送り込みました。これをもとに製造された最初の車両は CRH1A 型といい、この車両は主に近距離都市間輸送で使用されたようです。シーメンスからは ICE3 の403型などをベースとして自社の高速鉄道ブランド化したベラロシリーズをベースにした車両をベラロ CN という製品名にて送り込みました。これをもとに製造された最初の車両は CRH3C 型といい、この車両は CRH2C とともに最高速度350キロの超高速走行を行う路線を中心に投入されました。アルストムからはもともとフィアットが開発したペンドリーノの技術を元にした車両を送り込んでおり、ベース車両はイタリア国鉄で走る ETR600 型。これを元に製造された最初の車両は CRH5A 型といい、主に東北地方の寒冷地帯を走る高速列車で使用されました。そして川崎重工からは現在日本では退役が進んでいる東北新幹線などで走る E2 系1000番台をベースにした車両を送り込み、これを元に製造された最初の車両は CRH2A 型といいます。こちらは当初上海を拠点に運行されていたようですが、現在はほぼ最高速度に150キロ以内の路線で幅広く使われているようです。これらの車両はその後登場した各種の派生車種や、それからさらに発展して営業最高速度380キロを目指した CRH38 シリーズを含め和解号と呼ばれます。ところで中国側はこの時点ですでに車両そのものよりも車両の製造技術そのものを欲していました。中国側はまずは車両を輸入して走らせた上で運行ノウハウを獲得。そして中国国内で開発することによって国内生産を実現、将来的には海外輸出までも見据えていました。フランスのアルストムやドイツのシーメンスもまた、現地企業への生産技術移転を余儀なくされ、結果として川崎重工業と同じ技術流出の事態を作り出してしまいました。なおカナダのボンバルディアについては、中国への製造技術の移転は行う必要があったものの、量産車の生産を現地企業との合弁企業が行うことができたため、他の3社よりは大きな利益を得たと言えるでしょう。
しかしボンバルディアの鉄道部門は近年苦戦気味だったようで、2017年には一旦シーメンスとの統合を検討するも、それは破棄。しかし2020年にアルストムへ売却されることとなり、2021年1月29日にアルストムに吸収合併されています。川崎重工業が中国に新幹線を輸出した背景とは？ところで、なぜ川崎重工業は中国に新幹線を輸出してしまったのでしょうか？その背景として主に考えられる事柄に、日本側が新幹線輸出の実績作りを急いでいたことがあります。1990年代後半、日本は韓国における高速鉄道計画に対して民間主導で新幹線の売り込みをしたものの、国として売り込んだフランスの TGV 連合に敗れてしまいました。そこで次の売り込み先として日本は中国に狙いを定めます。今度は政府側も竹下登元首相を派遣する形によって JR 各社、三菱商事、川崎重工業などをはじめ主要企業のトップを中心とした使節団を中国に乗り込んでアピール。結果として2004年10月、中国への E2 系売り込みに成功しました。この条件に対して中国側は契約総額1400億円、川崎重工業の取り分だけでも800億円という大金を日本側に提示。ところで落札当時のレートで日本円に換算した場合、2005年5月に落札された CRH1A 追加発注分20編成でおよそ335億円。2005年11月に落札された CRH3C は60編成でおよそ920億円。2004年10月に落札された CRH5A は60編成でおよそ840億円の契約金でした。他にこの応対に応えて製造された車両の契約金から考えると、日本側との契約金はかなり大きいものだったことがわかるでしょう。故に川崎重工業は当時の経営状況が悪化していたことに伴う新たなビジネスチャンス獲得に関連した輸出実績作りに加え、他国よりも多い契約金が絡んだ大金という2つの短期的な利益に目がくらんだ結果として、中国への知的財産権を含む輸出を行ってしまったと言えるでしょう。また当時の日本政府としての意向もあると考えられ、川崎重工はいわばとばっちりを受けたとも言えるかもしれません。実際、戦術の通りドイツやフランスなどからも輸出されており、反中感情がなければこの点から他国と同地点になったとも言えます。また1980年代の改革開放から2000年代頃までの頃において、中国についての好感度は現在よりも高かったと考えられ、いずれは民主化するのではという楽観的な見方もありました。実際当時は世界各地の共産国において独裁政権が崩壊し、民主主義化の動きを見せていました。特に東ヨーロッパではそのような事例が顕著に見られ、ポーランドから始まった共産主義国の民主化の動きがソ連のゴルバチョフ書記長によるペレストロイカなどの影響で加速。ポーランドだけでなくチェコ、スロバキア、ハンガリー、ブルガリアなど様々な国が相次いで民主化しました。加えて1989年にはベルリンの壁が崩壊し、翌1990年に東西ドイツは再統合。さらに1年後の1991年には共産圏の盟主であったソ連が崩壊し、東西冷戦に終止符が打たれました。またアジアでも軍事政権が長らく続いた韓国も1987年より民主化。台湾も国民党一党独裁政治が1996年に崩れて、以降は総統が選挙で選ばれるような形になりました。その他フィリピンやインドネシアでも独裁政権が倒れるなど、欧州や北米に遅れつつも民主化が進むようになりました。この動きに対し、中国は市場経済が導入されても、結局のところ中国共産党の独裁体制は変わりませんでした。しかし中国共産党は毛沢東の個人崇拝により、経済が大きく立ち遅れたことを問題視。そのため当時は中国共産党の一党独裁こそ維持しつつも、特定の人物に全ての権力が及ばないように腐心していました。
実際改革開放を推し進めた鄧小平氏は強大な影響力を持ちましたが、共産党のトップである国家主席には就くことはありませんでした。さらに鄧小平氏の後を継いだ江沢民氏、胡錦涛氏もまた5年でその座を降りた李先念氏、楊尚昆氏に次ぎ、中国の国家主席にはなったものの、当時の憲法には2期10年までの国家主席任期期限があり、李先念氏、楊尚昆氏とは違い5年以上その座の維持はしましたが、憲法にのっとってそれぞれ10年目で任期を終えて退任しています。また両氏は中国国内の行政、経済の諸問題への対応を首相である李鵬氏や周揚基氏、温家宝氏に任せることも多く、共に権力を分散させていました。ところで憲法が改正されたことによる任期制限の撤廃に伴い、現在の習近平国家主席は10年以上その座を維持しており、これらや台湾問題をはじめとした戦争をちらつかせるなど、現在の習近平政権は独裁色が強いと言われることが多いですが、当時の中国は今のような習近平国家主席の政権のように独裁色が強いというようなイメージは希薄だったかと思います。そのため中国国内においても経済が成長すれば、いずれ中国も民主化するのではないかという見方もあり、財界人の中には中国に協力することを強く望む人々も多数存在しました。例としてトヨタ自動車や経団連の会長を務めていた奥田寛氏は、車両や機器だけでなく建設や運営管理を含めシステム全体の技術移転に協力する用意があると、2002年の日中国交正常化30周年記念シンポジウムにて語り、川崎重工業が行った輸出方式に賛成していました。しかし2005年3月以降、韓国で竹島問題を契機として盛り上がった反日運動が中国にも拡大。もともとからあった歴史教科書問題や国連安全保障常任理事国入り反対の著名運動も広がった結果、中国国内では反日デモが各地で盛り上がることになりました。これにより日本国内では中国に根強い反日感情があることが知られるようになり、日本人の中国に対する印象はかなり悪化することに、中国に対する警戒心が生まれるようになり、川崎重工業の中国への新幹線輸出も技術流出の観点から失敗であるという考えが広まるようになりました。中国への新幹線輸出は何がダメだったのか？では失敗と言われる川崎重工業の新幹線輸出は何がダメだったのでしょうか？最も大きな問題点は、前述した知的財産権を含む供与にあると言っていいでしょう。川崎重工業は青島四方汽車車両などといった現地の企業に、日系新幹線電車の車両組み立て方法などをはじめ、契約に基づき生産技術を全て教えてしまいました。しかもその現地企業についてですが、青島四方川崎車両技術有限公司という日中合弁会社も携わってはいますが、直接の生産に川崎重工業からの出資企業はおそらく関与していません。結果として同社が教えた高速鉄道車両の製造によって、川崎重工業が得られる利益は最初の57編成の車両及び部品、生産技術指導によるものだけにとどまったと言えるのが現実。その後の派生型やトンシンを含めた CRH2A の追加生産車、CRH38A や CR400AF など新型車両の開発、製造においては合弁企業も含めて継続的な受注をすることができませんでした。ところで川崎重工の新幹線輸出により、中国側は多くのメリットを得ました。まず何より、長距離高速列車に多く投入された当初の CRH2A、CRH3C、CRH5A の3車種の中で、一番故障率が低かったのが CRH2A だった模様であること。これは当初設計の想定環境によるものもございますが、日本の新幹線技術を誇っても良い要素だと言えるでしょう。しかし皮肉にも、これが日本にとって大きなデメリットと、中国側にとっての大きなメリットを得ることになります。実際川崎重工からの生産技術移転で獲得することができた CRH2A の高速化改良版 CRH2C を改良して爆誕させた CRH38A について、
早速その技術に関する事柄で問題が出始めます。この CRH38A をなんと中国側は独自技術としてアメリカをはじめとする複数の国で特許を申請してしまったのです。これに関してはアメリカ連邦議会の超党派諮問機関、米中経済安保調査委員会が中国企業が外国技術を盗用した最もひどい実例と明記するまでに発展。一方中国側の鉄道車両製造技術の向上にも大きく貢献し、CRH3C をベースに開発された CRH38B や CRH38C、CRH1A をベースに開発された CRH38D などとともに中国国内における高速鉄道網の拡大を支えました。このうち CRH38A の8両編成は香港直通列車でも使用されており、バイブラントエクスプレスという名前で香港側でも9編成導入しました。しかし多数の国から寄せ集めて高速鉄道を作った結果、ドアの位置が形式ごとにバラバラという旅客案内の問題や、メンテナンスの煩雑化という運用面での問題も発生。そこで中国はこれまで蓄積してきた技術をもとに、中国標準動車組という中国標準規格の高速鉄道車両を独自に開発する機運が2012年頃から生まれました。この構想が持ち上がったおよそ3年後の2015年、8両編成を組む2タイプ2編成ずつ、合計4編成の試作車が登場。この2つの試作車は CR400AF および CR400BF とされ、2017年6月26日より、復興号として営業運転をスタートしました。以降、和解号に代わって復興号の量産がスタートし、現在は最高速度350キロ運転が可能な CR400AF、CR400BF の他にも、最高速度250キロまでの運転に対応した CR300AF および CR300BF、最高速度160キロまでの運転に対応した機関車方式の車両で、在来線高速化で用いられる中国現地鉄道ファンからの嫌われ者 CR200J などがございます。さらに現在は営業最高速度400キロを目指して開発中の CR450AF および CR450BF という車両も登場しました。そして復興号が開発されたことで、中国が持つ高速鉄道車両の技術は国内だけでなく国外への輸出に対しても十分なものとなります。その一例として2015年には日本を押しのけてジャカルタ・バンドン間を結ぶインドネシアの高速鉄道の受注に成功。この高速鉄道は工期が遅れながらも2023年10月に開業し、車両については CR400AF をベースにした8両編成の KCIC400AF が導入され、最高速度350キロにて走行しております。このほか、ラオス高速鉄道には CR200J をベースにした LCR200J3B が4編成導入されており、中国側と直通運転を実施。タイでもバンコクとノンカイを結ぶ高速鉄道において CR300AF をベースにした車両が導入される予定であり、今後も中国式の高速鉄道車両は世界各国で増えていきそうです。ところで日本側についてですが、最初こそ1400億円もの巨額の売り上げを得られました。しかしその後の中国高速鉄道の拡大などによる利益は最終的にほぼ全く得ることがありませんでした。しかもこれは海外へ高速鉄道を輸出するに際して自ら強力なライバルを作り出す結果になってしまい、インドネシアへの高速鉄道輸出の案件に対しては中国との直接対決で敗れる結果になってしまいました。また中国を仮想敵国として捉えない国際情勢への甘い観測も大きな問題であったと言えるでしょう。1990年代から2000年代初頭までは想像しにくかったものの、日中間においてはもともと白村江の戦いや元寇、豊臣秀吉の朝鮮侵攻、そして明治以降においても日清戦争、満州事変、日中戦争と少なからず敵対することがあり、大規模な戦争になったことがあります。また中国の反日教育は20世紀初めから徹底されており、2005年の反日デモが起こる1年前のサッカーアジア杯においても、
中国人サポーターによる過度な反日活動が問題視されていました。このことを考慮せずに、中国はいずれ民主化して日本側にも配慮するようになると甘く見て条件を飲んだことは、結果としてかなり大きなマイナスだったと言えるでしょう。なお当時から中国については、JR 東海で長年トップに立っていた、葛西紀之氏をはじめとして、中国に技術を盗まれることを警戒する人が少なからずおり、実際葛西氏は川崎重工や JR 東日本が輸出を検討する時にも、自身の経験などから強い反対意見を述べていました。葛西氏は国鉄時代に左翼色の強かった国鉄労働組合に対峙し、その経験から共産主義に対する警戒感が強くありました。実際、葛西氏は当時としてはかなり珍しく、反中国、反ロシア両方の思想を持っていたとされていました。葛西氏の思想については正直独りよがりな面もありましたが、そのようなリスクを抱えていた人々の意見を聞かずに、中国共産党の言い分を聞いてしまったという出来事については、川崎重工業の評価を下げざるを得ない要因と言えるでしょう。その後の川崎重工業や新幹線に関連する事柄。ところで技術移転を含め、中国への新幹線輸出を行ってしまった川崎重工業。このことが引き金となってしまった結果、葛西氏が率いる JR 東海からの信用を大いに失う結果を招きました。ところで2000年代に導入が進められていた700系は、2002年10月に製造された C43 編成までは川崎重工業、日立、日本車両の3社でまんべんなく製造されていましたが、C44 編成以降に川崎重工業が製造したのは、2004年10月に製造された C58 編成のみの製造となりました。ただしこの件については台湾輸出プロジェクトの絡みもあり、その件などから JR 東海にリソースを割けなかった可能性も高いです。そしてその後継にあたる N700 系の開発は、中国輸出が明らかになっていない2003年時点ですでに始まっており、この時は川崎重工も開発メンバーとなっていたため、先行試験車である Z0 編成の15号車及び16号車を製造しました。しかしその後の発注は Z12 編成、Z30 編成、Z36 編成のわずか3編成のみ。そして続く N700 ラージ A、N700S については発注すらされませんでした。ちなみに N700 系まで製造に参画していた近畿車両も JR 西日本や JR 九州に同系の車両を納入していたのですが、このとばっちりなのかジグが配備されなかったせいもあるのか、以降は JR 東海との取引がなくなった川崎重工とともに東海道、山陽、九州向けの新幹線を製造しなくなりました。そして JR 東海における川崎重工業製の新幹線車両は N700S の増備によって N700 系の廃車が進むことでなくなり、2024年7月に Z36 編成を改造した X36 編成が廃車されたことで JR 東海所属の川崎重工製新幹線電車は消滅しました。ちなみに 311KG11 編成が315系導入によって廃車された上で、383系が385系によって置き換えられると、JR 東海の在来線からも川崎重工業製の車両がなくなります。また700系の派生型である台湾高速鉄道向け 700T 型については、川崎重工業が主導権を握り、増備車についても製造を担当しました。しかし JR 東海との関係が悪化したことによって 700T 型の後継にあたる N700S ベースの車両についても川崎重工業は開発、製造から外れてしまいました。台湾高速鉄道向けの後継車両は日立と東芝の連合が主導し、日立の下請けという形で日本車両も製造に加わる形で行われる予定です。ところで日本車両はなぜ日立の下請けという形なのでしょうか。それは2017年にアメリカ、カリフォルニア州交通局から受注した新型鉄道車両130両の開発、製造に失敗したこと。このせいで受注した住友商事などに対して372億円もの解決金を支払わなければならなくなり、
一時は経営危機に陥った苦い経験があります。そのため海外の鉄道案件からは一歩引いた立ち位置にあり、そのことから日立以外に主導を握れるメーカーはなく、日立が主導となるのも自然であったと言えるでしょう。なお川崎重工と JR 東海の縁が切れた理由についてですが、この理由の説明については単純に片付けることができません。その詳しい内容についてはすでにこちらの動画で説明していますので、この動画のご視聴が終わりましたら、合わせてご覧いただけますと理解が深まるかと思います。概要欄からアクセスすることが可能です。このほか、輸出対象である E2 系新幹線を設計した JR 東日本の姿勢も変化したと言えるかもしれません。ところでなぜ JR 東日本が E2 系を輸出したのかですが、これは次世代新型新幹線を当時すでに開発中だった。つまり現在の E5 系や E6 系にあたる車両を開発中だったということが背景にあると考えることができます。これがどういうことなのかというと、輸出実績は作りたいけど最新技術を渡すのはどうなのかと思ったのではないかということ。ところで E2 系は1000番台こそ最初の編成の登場は2001年でしたが、その原型である0番台最初の編成である S7 編成の落成は1995年4月。基礎設計はすでに10年前の旧式だったからまあいっかという判断になった可能性があるのではという点を指摘します。一方で360キロ運転も見据えて開発中であった E5 系は絶対に盗まれたくなかったのではと考えられ、中国での事態を受けて技術保存の姿勢をさらに強化します。 JR 東日本が試験専用に開発した新幹線についてですが、1993年に登場した952型、953型、スター21については1998年に廃車されて以降、一部車両や台車が保存されています。しかし猫耳新幹線としても有名だった E954 型ファステック 360S と E955 型ファステック 360Z は試験終了後即座に解体されてしまい現存していません。歴代の試験車両は多くが保存されている中で異例の姿勢ですが、一説には中国に最新技術が渡るのを恐れたからと言われています。このファステック360シリーズの解体についてですが、いかに開発されたばかりの虎の子の技術流出を恐れていたのか、それが如実にわかるエピソードだったと言えるでしょう。この調子でいくと、現在試験走行中の E956 型 αX も試験終了後は解体処分される可能性があるのではと言えるでしょう。ただ JR 東日本の場合は JR 東海とは異なり、川崎重工との縁は切れていません。その後も東北、北海道新幹線向けの E5 系、秋田新幹線向けの E6 系、北陸、上越新幹線向けの E7 系、山形新幹線向け E8 系の製造を引き続き担当しています。川崎重工業の鉄道車両部門である車両カンパニーは2021年10月以降に分社化され、川崎車両となったのですが、以降も JR 東日本との取引は新幹線分野を中心に続いており、2030年度の営業運転開始を目指して現在開発中の新型車両 E10 系も製造を担当する計画です。在来線分野でも豪華クルーズトレイントランスイート四季島の一部を製造、さらに新型ハイブリッド機動車 HBE220 型も製造しています。また川崎重工業はこの新幹線輸出プロジェクトに際して中国現地企業との協力関係を結んだことによって中国各都市へ納入する地下鉄車両の製造などをはじめ都市鉄道のプロジェクトに参画する機会も増えました。この都市鉄道プロジェクトについてですが、中国国外のアジア諸国向けのプロジェクトも多数あり、シンガポール MRT で走る C151A 型の製造などがそれに該当します。そのため JR 東海との縁が切れたという点以外では、川崎重工にとって比較的プラスの点が多かったとも言え、従来はニューヨーク地下鉄など北米向けがメインだった海外向け鉄道車両事業をより国際化することに成功し、世界で川崎重工の存在感をさらに広めた事例だと言えるでしょう。
いかがだったでしょうか。今回は川崎重工業が中国に新幹線を輸出した理由についてこれから述べるように振り返りました。鉄道の高速化が至上命題だった中国は2000年代自国での高速鉄道車両開発に失敗し、生産技術を海外に求めていたこと、中国側の期待に応える形でシーメンス、アルストム、ボンバルディアとともに川崎重工業が選ばれ、川崎重工は E2 系新幹線電車を輸出したこと。しかし初期段階こそ車両そのものを輸出するものであったが、ある程度輸出したら部品を輸出した現地企業で組み立てるという形であり、生産技術に関わる知的財産権を譲渡する形になってしまったこと。川崎重工業は3編成のみを完成車として輸出できたが、57編成分は部品のみを輸出、以後は現地で生産指導をする形となったこと。しかしそれでもこの契約では川崎重工だけでも800億円、日本全体で1400億円という大金を獲得し、これは他国の契約より多い金額であったこと。当時は東欧やアジア諸国の民主化の流れや中国での権力分散の流れを受け、中国も民主化し友好的になるという甘い考えを日本側が持っていたことも技術移転に影響したと考えられること。しかし実際の中国は民主化されず、むしろ強権的となり対日感情も悪化、日本世論からも中国に対する警戒感が高まり、中国への新幹線輸出への支持も失ったこと。中国側は川崎重工など国外の生産技術を得たことで国内の高速鉄道網拡大につなげられ、日本に打ち勝手でのインドネシア輸出に成功するなど大きな利益を得られたこと。日本側は最初こそ技術移転で大金を得られたが、それ以後の改良型の開発や生産ではほとんど利益を得られず、しかも海外輸出プロジェクトにおいてはライバルを自ら作り出す結果になってしまったこと。中国への新幹線輸出に関しては、中国に強い警戒感を抱いていた葛西氏率いる JR 東海の不振を招き、JR 東海と川崎重工の間における取引が縮小したこと。N700 ラージ A からは一切の開発、製造に携われることができなくなり、在来線を含め事実上の出禁状態に陥り、N700S をベースにした JR 西日本、JR 九州、台湾高速鉄道向けの車両開発、製造のメンバーからも川崎重工業は外されてしまったこと。JR 東日本も川崎重工の新幹線輸出によって大きな影響を受け、ハステック360を即座に解体するなど技術流出に神経質になったこと。一方、川崎重工側の視点で見た場合、中国向けの地下鉄車両の納入などその後のビジネスを広げることにもつながったこと。この動画が参考になったと思った方は、ぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアス鉄道チャンネルでは、鉄道など交通に関する様々な疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。